優しい亀のラジオステーション、眠れる亀の図鑑。石亀族とその禁煙族の自然史、安川雄一郎。このチャンネルは亀研究の第一線にいらっしゃる博士たちの論文や図鑑を私が優しくゆっくりと読み上げてまいります。今回紹介するのは石亀族とその禁煙族の分類と自然史です。難しい言葉が出てきましてもどうぞご心配なく。亀たちはいつもゆっくりと歩いています。私たちもゆっくり参りましょう。あなたも一緒にこのまま眠っていただいても構いません。それではどうぞ。近年、中華人民共和国を中心とするアジアへの食物、民間漢方薬としての亀類の大量輸出は深刻な問題になっている。中央アジアのイスラム教国では亀類はあまり食用とされないが、東アジアや東南アジア、南アジアの国々はイスラム教徒の多い国、インドネシア、バングラデシュなどを含め淡水性、陸生の亀類を食用として利用する習慣があった。一方、日本のようにすっぽん類、現在消費される個体の大半は養殖個体を除き、淡水性、陸生の亀類をほとんど食用としない国はかなり例外的である。私にしてはちょっと恐ろしい話だね。アジアの中でも中国系の人々による亀類の食用、薬用としての消費は突出している。もともと亀類は体重のかなりの部分を甲が占めるため可食部位が少ないのだが、比較的大型の種が少なからずいて採集も容易であり、種によっては人の生活圏に近い場所に大量に生息し、そのため生息地周辺では一般的な食物となり、比較的安価な肉として盛んに自家消費されていた。こうした自家消費ないし持続可能型の消費ではあまり問題がなかったようである。しかしその後、亀類には絶食や乾燥などに対する耐性があり、生きた状態での輸送にかかるコストが低く、商品価値がある動物であるということが分かり、生息地外への移送と大量消費が行われるようになっている。こうした大量採集、大量消費の図式はやがて国内規模から国際的な規模となり、国外在住の中国系ネットワークの存在もあり、特に中国、香港や台湾を含むにはアジアの各地から大量の亀類が持ち込まれるようになり、最大の輸入国で最大の消費国となってしまった。さらに輸入され消費された亀類の中には本来非常に個体数が多く普通種とされていたが、こうした採集により激減した種も多く含まれ、さらには生息地において絶滅に瀕している種や本来原産国の国内法やサイテスなどによって採集や輸出が厳重に規制されているものまでが含まれていた。同時に亀類の生活圏は人の生活圏とかなり重なるため、亀類の生息地である森林、草原、河川、湿地が消失するしばしばひどい環境悪化にさらされ、個体数の減少のもう一つの重大な原因となっている。こうした過剰採集と環境の悪化により減少し、ますます希少性を高めた亀類に対してペット類としての採集がさらに追い打ちをかけた。このような状態は
エージェンタートクライシス、アジアの加盟危機と呼ばれている。1990年代半ばから大きく取り上げられるようになったために、かつて普通種であった陸生淡水性ガメの中に絶滅に瀕した種がいるということ、そしてその中でも特にアジア産のカメ類が危機的な状況にあることが周知される一因となった。それによってアジア産のカメ類の多くの種がこの十数年間の間にサイテスの付属書に掲載され、アジアの多くの国々で在来種の採集輸出を規制する国内法の整備が進められた。また中華人民共和国や台湾もそれぞれ独自に外国産のカメ類を含む輸入規制の実行化や国内個体群の保護や採集の規制を進めている。もちろん国によりその取り組みへの熱意や実際の効果は異なり、現在も大量輸入大量消費の動きは収束していないが、日本国内へのアジア産のカメ類の一部の種の輸入が難しくなっている状況を見ると、これらの施策は全く効果がないというわけではないのだろう。天然記念物に指定されているセマルハコガメ、それに琉球ヤマガメ、そして京都市内の南イシガメなど以外の種について、その国内での採集は国立公園などの保護地域を除けば事実上現在に至っても野放しである。天然記念物でないイシガメかカメ類はほぼ無制限に採集され、多数の個体が売買されている。また輸出に関しても天然記念物以外では採鉄の手続きさえ踏めばほぼ野放しで輸出することが可能である。天然記念物を除いた日本在留の陸産カメ類のうち、日本スッポン、そしてクサガメは中国の同種の個体群が付属書3に掲載され、八重山イシガメは種として付属書2に掲載されている。この中で唯一の日本の固有種である日本イシガメ、これのみがサイテスの対象外ではない。日本スッポンはともかく、日本産のイシガメかカメ類は香港や台湾などの知人友人の話ではかなりの数が中国圏に持ち出されており、ペット用だけでなく一部は食用薬用にも利用されている。サイテス掲載以前はこれらの種の日本からの輸出は全く規制がなかったのである。サイテス事務局の記録に残る付属書への掲載後の日本からのカメ類の輸出記録を調べても、その数の少なさから掲載後も違法な取引が少なからずあり、現在もそれが続いているのが事実だと思われる。単なる肉用動物として消費する場合、日本産のカメ類はそれほど大型ではないし、集めるための人件費や輸送費のコストを考えれば割に合わないように思えるが、中国圏では一部のカメ類はその肉が高級な薬効のある食材とみなされるほか、復興を中心に肉を取った後の体の部位が薬用として利用される。コストがかかっても高価に売買できれば輸出は十分に割が合う。日本国内で屋外採集されるクサガメ、日本イシガメ、八重山イシガメの生態の価格はそれほど高くないし、国際的な輸送費は抑えられるというメリットもある。クサガメや日本イシガメのような復興の大部分が安色な種はやや安価に売買されるが、八重山イシガメのような復興の大部分が明色な種はより高価に売買される。実際香港などではフルアダルトサイズのメスの南イシガメは初期のがんにも効果がある万能薬的な高級食材として10万円以上もの値段で売買されることもあるという。少しカメの悲しい話になりましたが、天然記念物以外の種については食用としての輸出ならサイテスだけを気にすればよいというのが十分な抑止力になると言えるだろうか。甚だ疑問である。
日本に比べれば自国内の動物の採集や厳しい制限があると思われるアメリカ合衆国でさえ、こうした商業目的での大量採集や大量輸出が行われることに対して、日本の爬虫類に関わる人間はもっと注意を払うべきではないのだろうか。この問題に関してさらに詳しいことを知りたい人には、ロイター通信の記事をご参照いただければと思います。いやー、亀というのはペットとして愛され、食卓にも上がり、そして研究者たちを魅了してきた、なんとも懐の深い生き物でございますね。さて、次回はイシガメ族の中でも日本人に最も身近な存在、ニホンイシガメのお話をしたいと思います。どうぞ楽しみにしていてください。私も楽しみにしております。またゆっくりお会いしましょう。おやすみなさい。